ここはたった一つのブロックから始まるワンブロックの世界。前回は1日目から20日目。主基地点にガゼボを作ったり、仮拠点と放牧場を作りました。本パートは21日目から40日目。それでは本編どうぞ。21日目。この日は前パートの続き。ホリホリを進める中央部分の土台を作っていきます。丸石と塀を使って逆三角形の長細い土台。下は奈落。いつも以上に手に力が入る。水を流しながら慎重に作業を進めていきます。こうして完成したものがこちら。夕日も相まってめちゃめちゃいい雰囲気。ワンブロックは次のフェーズへ。ジャングルバイオームに突入しました。ここでオウムが出現。小麦を回収して種をゲット。なかなか懐いてくれない。おーい。鳥さんがまずい。ちょっと目を離した隙にどんどん下に落ちてってる。いや、待って。危ねえ。びっくりした。ちょっと待って。ここでファントムが登場。オウムどころではない。私まで落ちちゃう。と思ったらボートに乗ってくれてる。気づいたらボートに乗ってたわ。ちょっと待って。よっしゃー。オウムは無事確保。ファントムもなんとか討伐しました。せーの。22日目。チェストからツタとジャングルの苗木をゲット。おー。猫ちゃん。山猫が出現。ここでとある進捗を達成。なんだこれ。僕たちの力を合わせて。全種類のフロックライトを集めるとこの進捗が出るらしい。さらに掘り進めていくと、びっくりした。ボグドが出現。ちょっと待って。やだ。死ぬ。やばい。やめて。死んじゃうって。この敵もなかなか厄介。毒ダメージ強すぎる。嘘でしょ。待って、何もなくなっちゃった。最悪すぎる。なんとか討伐。パンダ来た。ここでパンダが現れた。かわいい。かわいい。何そんなことするっけ、パンダって。この子だけは守りたい。ボートに乗せて少しだけ移動しておきました。ずっとこの格好してんだけど。なんだこのパンダは。かわいいね。首大丈夫そうそれ。首の角度がちょっと心配。ここでベックスが現れた。待って。こいつやばくないやばくないあれ。危ねえ。どこやば、強くない？なんとか討伐。23日目から24日目。育った木を大量に伐採していく。そしてこれまでに作った円形の島と島の間に道をつなげていきます。だいたい真ん中から真ん中にかけて少しカーブしたような形。ここからさらに斜めに円形の島を一つ作成。反対側にも道をつなげておきました。25日目。ホリホリを進めていると再びオウムが登場。ナイスー。そして久しぶりの行商人さん登場。水入り瓶で交易をして野花をゲットしました。野花はコップンでも増やせるみたい。めっちゃかわいい。26日目から27日目。この日からあるものの制作に取り掛かります。作っていくものは植林場。最初は畑にしようかなと思ってたんだけど、土があまりにゲットできなくて、急遽植林場に変更しました。原木を使って丸い形を計4つ作っていく。円形のサイズはどれも一緒なんだけど、
使う木材を少しだけ変えてみました。それと円の高さもすべて高さ違い。画面上の奥側が一番高いところ、その左右が同じ高さ、そして手前が一番低いという感じになってます。あとはこの穴を開けているところ、ここに土と苗木を植えたら植林場の完成になるんですが、材料不足なので一旦ここまで。28日目、ホリホリしてるとカエルちゃんがスポンしました。カエルちゃんだ。かわいい。ボートに乗せて確保。追加でゲットできた土と苔ブロックを置いて苗木を植えておきました。29日目から30日目、植林場はまだ完成してないんだけど、それと並行してこの島にも手をつけていきます。ここのエリアは土を使って島を作ってるので、こっち側に畑を作ることに。もうすでに一部植えてあるんだけど、それをどんどん拡張していく予定。ただ全面畑にするのもなんかなということで、川を作っていくことに。この真ん中の今丸石を置いている部分が後々川になる予定。この作業がなかなか大変だった。31日目、植林場に来てみたら植えてた苗木が成長してた。でもこの多くの木は高く育っちゃうと伐採するの面倒だよね。ということで成長止めとして上の方にガラスを設置。下からだいたい8マス目か9マス目ぐらいにガラスを設置しておくと高い木が成長しなくなる。これで伐採しやすくなったね。そしてそろそろ植林場を仕上げたいということで、この一番下の低い円のところは土とか草ブロックとかを置きたかったんだけど、別のところに使っちゃって在庫がないということで、結局ハーフブロックで埋めることにしました。端の方を少し利用して棚を作ることに。トラップドアとハーフブロックを置いていきます。あとはよく使いそうな樽や飾り壺、コンポスターなどを設置。上の方にもチェストやランタンを置いておきました。32日目、植林場の周りに柵を設置していく。フェンスとトラップドアで作るめちゃめちゃ簡単な柵。葉っぱで軽く装飾もしておきました。そして最後、ここにはスイカとかぼちゃを植えていきます。植えていきますというか置いていきますだな、正確には。土があればね、ちゃんとした畑にしたかったんだけど、あいにく土不足ということで、畑に見えるように等間隔で置いておきました。スイカとかぼちゃの上にはシーピクルス、植木鉢、苗木を使って少しだけ装飾。ということで、これにて植林場の完成。放牧場に続いて2つ目の島が出来上がりました。今回は植林場にしたけど、畑としても使えそう。続きまして、並行して作ってたもう一つの島作りを始めます。小麦を回収して畑を拡張。と、ここであることに気づく。なんでこんな豚さんいるの？豚さんがめっちゃいる。どうやら自然スポーンしたらしい。豚さん、連れて行くか。いやー、ファントム来てる。痛い。豚さんめっちゃ増えたんだけど。おい、やめろ。33日目、パンダちゃんは今日もご機嫌の様子。中途半端になっていた新たな土地を拡張していきます。形や大きさは今まで作ってきたものとほぼ一緒。多くのハーフブロックを使って作っていきます。そしてホリホリを進めていくと、あ、やばい。モンスターパーティーの発生。なんかいっぱい召喚されてない？クモやベックス、魔女、ボグドといっためちゃめちゃ厄介な敵ばっかりが出現。やばすぎるんだけど。ちょっ
と待って、君ね、強いんだよね。言ってんの。お前か、やめろ。待って。こいつマジで強すぎてやばいよ。よし。痛い。ずっと毒食らってるって。よし。ああ、危ない。怖すぎる。なんとか討伐成功。34日目。さらにホリホリを進めていくと、2匹目のカエルちゃんが登場しました。カエルちゃんいらっしゃい。かわいい。いや、これマジで動物増えすぎて動物園作れそう。パンダちゃんおいで。パンダも放牧場までお引っ越し。おい。転がるんじゃない。このパンダちゃん本当に終始なんかずっと転がってて、めちゃめちゃ癒しの存在でした。オッケー。お引っ越しも無事完了。お、カエルちゃんいらっしゃい。そしてカエル3匹目。なんだこれ。それぞれの種類のカエルをリードでつなぐ。こんなのもあるんだ。進捗も達成しました。これで3色。カエルちゃん3色コンプリート。そして再び X の登場。聞いてないちょっとご飯食べさせてよ。いや、強すぎる。マジで強えなあいつ。相変わらずベックスには苦戦苦闘。そしてパンダちゃん2匹目と思ったら3匹目も現れた。あら、またパンダちゃん。35日目。動物はどんどん増え続け、本格的に動物園化していってる。ボグドが連続で登場。こいつ嫌い。あ、死にそう普通に。また来たの。まずい。この壊れた。ここでやっと弓を作成。ちょっとは楽に倒せるようになったかな。オッケー。やっぱ弓がいいな。弓強いわ。せーの。ハートのチェストからダイヤモンド2つゲット。そしてここで次のフェーズへアップグレード。オッケー。今日は掘り進めるのここら辺にしとこうかな。そして次の建築の準備のため木材を大量に集めていきます。36日目から38日目。畑をどんどん拡張していく。畑といえば風車が欲しいよねということで、本パート最後に作っていくものは風車。作る場所は右側の空いたスペースに作っていきます。相変わらず物資が少ないことやスペースが狭いこともあり、簡単でコンパクトな風車になる予定。土台に使うのは丸石、安山岩、苔丸。その上に頭皮の素材を使って縦長に伸ばしていきます。上の部分にはレンガの素材を使って屋根を追加。39日目。風車といえばの羽部分。やっぱ羽といえば白系だよねっていうことで、この時現状持っているブロックが雪ブロックとあと崩壊石ぐらいしかなかったので、その2つの混ぜ込みで作っていきます。羽の側面にはダークオークのフェンスの後ろにトラップドアを設置。あとは細かい作業。ランタンで照明を設置したり、羽の先端に砥石を置いていきます。40日目。風車作りもラストスパート。さっき作った羽の後ろ側、ここにも小さな羽を付け足していきます。これは前に作った仮拠点に付けた羽と同じもの。これにて風車も完成になります。風車も完成したということで、この島の最後の仕上げに取り掛かります。少し前に作った川となる部分、ここに水を流していきます。川と川の間には斜めのちっちゃな橋を作成。あと
とは島の周りに柵を追加。これはさっき植林場で作ったものと同じもの。川の周りには少しだけ持っていたサトウキビを植えておきました。空いたスペースも耕して畑を拡張。睡蓮の葉を置いたり、骨粉を使って川に海藻を生やしていきます。こうしてこのワールド3つ目の島が完成。41日目に突入したので本日はここまで。ということで今回は21日目から40日目までをお送りしました。残りは60日。次回もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。